ったラタトゥイユを、一皿にお皿に持っていくっていうのをやってみたいと思います。香ばしいベーコンとラタトゥイユってとっても合うじゃないですか。セルクルです。はい、クスクスが吸ってくれるんですよ。野菜の旨味をクスクスがちょっとかっこよく持っていきたい。こんな風に持っていく。ラタトゥイユとバジルもとっても相性いいですよね。どうぞボナペティ。はい、皆さんこんにちは。プラスリポロキンザ料理長星野照彦です。この料理教室では、普段僕たちがレストランでやっている料理をなるべくそのまま、再現したいと思っています。これを見ながら、皆さんにですねとって、何か参考になれば嬉しいと思います。それではやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、料理を美味しくそして美しく見せる方法っていうのをテーマに、やっていきたいと思います。今までお料理の作り方っていうのを、いろいろこの YouTube でご紹介してきましたけども、じゃあ今回はですねそのお料理をお皿にどうやって盛ろうかっていうのをテーマにやってみたいと思います。僕もずっとこのフランス料理っていう世界で、お仕事をしてきましたけど、やっぱりですね最終的にはお皿に盛るっていう仕事がとても大事になってきます。で、僕の経験上ですね、お料理を盛り付けるときにもちろんこう紙の上でいろいろ考えたり描いたり絵を描いたりデッサンしたりしながら考えるんですけど、やっぱりお皿に盛るとですねちょっとイメージがずれたりですね、こうした方がいいなっていうのはもう何回も何回も試行錯誤しながらやってきました。なかなかこう初めからうまくいくっていうのはなかなか難しいのが盛り付けですよね。で、今回は、そういった方々のための一つの盛り付け方法っていうのをご紹介したいと思います。もう今いろんなサイトで盛り付け方、きれいにソースを引くやり方とかピューレを引くやり方とかこうやって置いた方がいいっていうやり方はたくさん載ってるんですけど、でも実際それってなかなか手に入らない食材だったりしますよね。なので僕がやってきた、料理、この料理動画の中 YouTube の料理教室をやってきたお料理の中から、やりやすいお料理、そして、馴染みのあるお料理をなるべく使いながら、お皿に盛り込んでいこうと思います。で、今回作るお料理はラタトゥイユです。今一番この旬に載ってるお料理の一つですね、ラタトゥイユ。これを、レストランのように盛り付けるにはじゃあどうした方がいいのかな、どんな風に考えているのかな、そしてこれとこれを組み合わせたらもっと美味しくなるんじゃないかっていうのを、考えながら盛り付けていきたいと思います。最終的には僕が思うこれぞフレンチっていうお料理になっていると思います。ぜひですね参考にしてもらって、一つの例としてですね見てくださる人の引き出しの一つになればいいかなと思います。それではやっていきたいと思います。どうぞ。はい、じゃあ今日はですね、ラタトゥイユ、前回やったラタトゥイユを、一皿にお皿に持っていくっていうのをやってみたいと思いますね。材料です。いいですか。まず、ラタトゥイユ、これは前僕が動画で紹介したラタトゥイユと同じ煮込まないラタトゥイユですね。今これがもう冷えた状態であります。そしてこのジュレ状になっているもの、ゼリー状になっているものは、トマトの種ありましたよね。あれを、裏ごしして、そこに、コンソメを加えたものですね。そしてゼラチンで、こう寄せてあるものです。鶏の出汁ですね。鶏の出汁と、トマトの種から取ったトマトの風味のするゼリーですね。そして少し飾り付けにハーブ、そして、ラタトゥイユには生ハムとかベーコンとっても合うので、今日はこのスライスのベーコン1枚用意してもらってこれを焼いて、盛り付けていきたいと思います。それから使うのがクスクスですね。今日はこれも使ってみたいと思います。作り方は簡単なんで、さっとご紹介したいと思います。そしてソースですね。これが、バジルと、春菊から作ったソースになります。この中には、もう作ってあるんですけど、春菊、バジルの他に、松の実と、チーズ、そしてエクストラバージンオイルでつないだそんな、ピストゥと春菊を合わせたようなそんなソースですね。そしてこちらが、バルサミコを煮詰めたものですね。ぐーっと煮詰めてこう濃度が出るまで詰めたものです。そしてエクストラバージンオイル、この3つを使って一皿を作っていきたいと思います。いいですか。やっていきますよ。まずじゃあまずクスクスを作っちゃいましょう。クスクスの作り方っていうのはとっても簡単で、
特に、少量でしたらもう本当にすぐできます。まずクスクス、今日はバリラのクスクス使いますけど、日本語でもちゃんと説明書いてあります。簡単に説明しながらやっていきますね。まだ未開封のもの。じゃあ作りやすい分量でやりたいと思います。一旦 100g にしましょうか。作りやすい分量、分かりやすい分量しますね。はい、おっとっとっと 100g ですね。に対して1.5 倍量のお水、はい、ってことは150ですね。150、はい、これを、沸かします。じゃあこっちに置いておきますよ。はい、沸かします。でこのクスクスに塩1つまみというか 1g でいいです。1g って正確に測れないんで、これぐらいが 1g ですね。0.1g 系がある場合はそれできちっと測ってもらえばいいと思います。100g に対して 1g 入れましたよ。そしてここにだいたい 5g ぐらいのエクストラバージンオイルも合わせておきます。そうするとお湯こっちにもう沸きますね。もう沸きました、ね、沸いたお湯に今合わせたクスクス、これ入れるだけです。はい、入れます。入れましたね。そしたらここにラップをします、ね、これ青いラップ、異物混入が入らないようにで、ラップをして蒸らします。で、このぐらいの分量だったら本当にこのまんま常温に置いといて、5分間ぐらい蒸らしておいてください。そうするともう出来上がります。仮にですね、このレストランでやるみたいに大量のやる場合は、コンベクションオーブンとかバフール蒸し器を使って、しっかりと火を入れていきますけど、これぐらいの分量だったらもうこれですぐできます。5分間蒸らすと、状態が一気に変わりますので、ちょっと置いときましょう。じゃあその間に何をやるかというとですね、はい、じゃあベーコン用意してください。これはもう市販で買えるベーコンですね。今日はその一例なんで、例えばっていうのを見てくださいね。これ薄切りベーコン、ちょっとこの高さだとちょっと高いんで、こうね、まっすぐ落とします。まっすぐ落ち、はい、だいたい高さ4センチぐらいにするといいかな。僕のイメージですよ。決まってはないです。そして、フライパン温めてもらって、軽くオリーブオイル引きます、ね、軽くオリーブオイル引いたところにこのベーコンを1枚焼きましょう。はい、すぐ火入りますからね。でこれ焼きすぎちゃうと硬くなっちゃうんで、硬くしたいわけではなくて、焼いた感じの美味しいベーコンにしたいわけです。焼くと美味しいですよね、ベーコンって。でこの焼いた感じの香ばしいベーコンを作りたい。この香ばしいベーコンって香ばしいベーコンとラタトゥイユってとっても合うじゃないですか。こう少しお肉の要素が欲しくなりますよね。なのでこう焼いてあげるベーコンをこれぐらい、美味しそうだなってぐらいに焼いてあげますね。少し油が出てきてカリッとしてくる。そしたらもう一回揚げちゃいますね、こっちに。はい、こういう状態ですね。はい、そしたら戻りますよ。そしたら用意するのは、セルクルです。はい、セルクル、こういうのあるといいですね。これちなみに
直径6センチのセルクルになってます。ここにベーコンをまだ熱い状態ですよ、焼いたそのまんまの状態、これを中にこうやって敷きますね。はい、こう準備しておいてください。いいですか。でその間に今クスクス、ほらまだ5分経ってないけど、もうこう水分をクスクス吸い込んでぐーって水分なくなってますよね。じゃあちょっとこれが完全に固まるまでちょっと待ちますね。はい、じゃあ約5分経ったので開けてみますね。今こうですよね。はい、開けるとこんな感じになります。でこれをこうちょっと切るようにクスクスをほぐしてあげてください。これですね、切るように。でほぐしてあげるとこうパラパラのクスクスができます。これですね。ほらでこれでもう食べれますよ、クスクスは。はい、はい、そしたらここに今ちょうどじゃあ計量しながらやりましょうかね。まだベーコンがあったかくてこうまだ完全にくっついてないですよね。ただこれはベーコンの油もわざと切ってないです。で冷めるとこのベーコンの油同士でしっかりとくっつきますから、それも狙ってます。はい、じゃあクスクスを入れますよ。だいたい 30g ぐらい、ちょっと30多いですね。20にしましょうかね。20g ぐらい、20g ぐらいがいいかな。はい、20g ぐらい入りましたね。そしたらここに今冷たい状態のラタトゥイユ、もう味が入って美味しい状態ですね。これも詰めます、こうやって。野菜のこの下の水分もね一緒に入れてもらっていいと思います。そうすると野菜のうまみがクスクスが吸ってくれるんですよ。野菜のうまみをクスクスが、とっても美味しいクスクスになりますよね。で今クスクス20に対してラタトゥイユ60ぐらい入りましたね。そしたら例えばね、今即席で作りますけど、アルミホイルをこうやって折って、だいたいこれ直径と同じぐらいの型を作ります。こうやって作っちゃいます。このアルミホイルでもいいし、なんか板でもいいですよ。プラスチックの板でもいい。作りますね。それにラップ敷きますよ。一つのアイディアとして参考にしてもらえたらいいと思います。これ全部が全てじゃないですかね。でこういうの作りますよね。ほら、それでここでグッと押すわけです。グッとプレスでします。プレスでグッと。でしっかりとクスクスにラタトゥイユの味を染み込ませると同時にベーコンがグッと横に広がりますよね。なのでしっかりと押し込む。グーッとこうやってプレスします、ね。でここきれいになりますよね。じゃあ一旦これを冷蔵庫で冷ましておきます。多分これぐらいの量だったら10分ぐらいでいいと思いますね。じゃあちょっと冷ましますよ。
じゃあもう盛り付けいきますよ。さっきの、冷蔵庫にしまったセルクルに入れたラタトゥイユですね。それからここに登場するのが最初にご紹介しましたけども作ってあります。ピストゥに春菊を加えた少し香り高いソースですね。それから煮詰めたバルサミコ、これを例えば、お皿でちょっとかっこよく盛り付けたい、そんな時にこんな風に持ってみてください。そしてその間にバルサミコ、このまろやかな酸味のバルサミコはこういうトマトとかにとっても相性がいいので美味しく食べれます。でまたラタトゥイユとバジルもとっても相性いいですよね。はい、そしたらここに真ん中に置きますね。そしてゆっくりと丁寧に抜いていきます。こんな感じ。そしたらこれは、トマトの種を裏ごしして、そこにフォンドボライユですね、鶏のコンソメを加えたものにゼラチンを加えたものですね。なのでトマトのうまみと鶏のうまみが乗っかってます。しっかりとこれでトマトの味も感じれると思います。ここにハーブ、ハーブを飾って、こんな風にですね。そしてちょっとこれもパプリカパウダーなんですけど、お皿の縁にこう少し赤があるとね、また味もそうなんですけど見た目にもとってもこう可愛らしく変身したと思います。見た目には全くラタトゥイユと思えないですけど、中はしっかりとラタトゥイユが入ってクスクスがそのうまみを十分吸ってくれている、とっても美味しい冷前菜の完成ですね。どうぞボナペティ。鮎を使ったお料理っていうのをご紹介します。鮎が取れる現場っていうのも見てきました。包丁入れた状態ですね。そしたら骨も全部取れます。はい、もう頭から尻尾まで思う存分ですね、鮎を楽しめる。皮を泳いでいる。この焼きたてのアスパラは本当に美味しいですよね。ボナペティ。これがフランス料理っていうのはそういう一番シンプルなフランス料理を、料理教室としてやっていきたいと思っています。こういろんな調理法はフランス料理にいっぱいあるんですけども、それをこのレシピに僕はこうだいぶ落とし込んで分かりやすいように書いて、そしてレクチャーしていこうと思っています。せっかくこうレストランに来ていただいているので、僕らが普段やっているレストランの少し難しいテクニックとかそんな技術もですねお見せできればなと思うので、家でできる料理とちょっとできないけど見てみたいなっていう料理、そんなものを少しずつ織り交ぜながらですねやっていきたいと思います。